さて本日はですね、こちらのビルドロックスのねプロシリーズ 56mm F1.2 のレビューをねやっていきたいなと思います。でこのレンズは APS-C フォーマットのレンズとなっていて、フルサイズ換算約 85mm、ソニー E マウント、ニコン Z マウント、富士フィルムの X マウント版がそれぞれラインナップされていて、重量は 570g、フィルター径は 67mm、そしてお値段が日本円で約97,500円のレンズとなっています。で絞り F1.2 の単焦点レンズといえば、各レンズメーカーの中でももうほんとね特別なレンズとしてもうまさにねフラグシップ的なポジションに位置するレンズかなと思うんですが、ただ APS-C ユーザーにとって残念なのは富士フィルム以外のソニーやニコンのカメラをお使いの方にとっては純正レンズや他のサードパーティーレンズでも APS-C 用の F1.2 単焦点っていうラインナップがこれまでほとんど選択肢になかったんですけれども、このビルドロックス 56mm F1.2 が出たことで、APS-C ユーザーの方でも手軽に F1.2 の世界観をね手に入れることができるようになりました。で僕は本当とにかく被写界深度の浅いレンズっていうのが本当大好物で、やっぱりねそのとろけるようなボケ味、あと被写体がこう背景から浮かび上がるような感じっていうのがポートレート撮影ではそれでしか撮れない写りになっていて、もしこれまでね F1.2 を体験したことのないという方であれば、その写りには虜になっちゃうんじゃないかなと思います。でまた F1.2 っていうのは F1.4 よりも、約 1.36 倍も多く光をね取り込めることで、暗所でも ISO を抑えて非常にクリーンなねこう写真や動画を撮影できるっていうのも、大きな魅力の一つになります。さらにねこのレンズ、570mm っていうことで、重量はね APS-C の単焦点レンズとしては、正直、そこそこ重たいレンズではあるんですけれども、ただフルサイズの F1.2 の大口径レンズと比べてしまえば、十分小型かつコンパクトと言えると思います。そしてねなんといってもやっぱり価格ですよ。富士フィルムユーザーの方であれば、純正レンズで同じ 56mmF1.2 っていうのがあるんですけれども、でもやっぱり純正レンズはね結構いいお値段がするので、こっちにはかなりね大きな価格優位性っていうのもあります。でソニーとかニコンの APS-C ユーザーからすれば F1.2 の描写を手に入れるには、フルサイズのねレンズを買うしかなくて、でそれらはどれもね価格が30万円オーバーと、そして、APS-C のボディともやっぱりこう不釣り合いなサイズのレンズしか、これまで選択肢がなかった上に、後でね細かくお伝えはするんですけれども、このレンズ描写性能も本当ね申し分ないとなれば相当コスパがいいレンズと言っていいんじゃないかなと思います。それじゃあこのビルドロックス 56mm F1.2 の細かい部分や描写性能などをねチェックしていきたいなと思うんですが、まずねスペックはざっとこんな感じになっています。ボディはフォーカスリング、絞りリングの他に AF/MF の切り替えスイッチや絞りクリックの切り替えスイッチで、カメラボディから割り当て可能なファンクションボタンも一つついていて、純正レンズとね本当遜色ないレベルにこの操作系周りは充実してるんじゃないかなと思います。また USB-C ポートもついているので、アプリ経由でのファームウェアアップデートにも対応してます。で最短撮影距離が 50cm と 85mm の単焦点レンズとしてはねかなり寄ることができるので、クローズアップでの撮影にもねすごく使えるんじゃないかなと思います。そしたらね肝心の描写性能に関しても見ていきたいなと思うんですが、まずね歪みについては若干の糸巻き型になってますが、極めて少ないと言っていいと思います。そして周辺原稿に関しては開放での撮影だとかなりね強めに外側が暗くなります。 F2 ぐらいまで絞ってもまだ少しね目立つ感じなんですけど、2.84 ぐらいまでいけば気にならないレベルまで改善します。そして解像度に関しては開放から中央部分はねこれかなりシャープに映ります。ちょっと価格から考えると相当優秀な部類かなと思います。そしてさらに驚くのはこのレンズ周辺も開放からかなりシャープに映るんですよ。F4 がだいたいね画質のピークにはなるんですけど、こうして F1.2 から F4 までを並べて比べてみても、そこまで大きな違いがないっていうのがわかると思います。
そしてこのレンズのね素晴らしさはボケのクオリティで、玉ボケに関してもねムラが本当少なくて、二重線やにじみもないので非常にねクリーンなボケをしてます。で絞ってね F2.8 くらいまでは円形をねしっかりと維持できているのは、これは11枚の円形絞りバネのおかげかなと思います。といったことから背景ボケに関しては、癖がなくね非常に滑らかでとろけるようなボケを楽しむことができます。でただし玉ボケに関しては、やっぱり F1.2 っていう大口径レンズなので、隅に行くにつれてレモンボケっていうのはね、結構顕著に目立ってきます。木漏れ日とかあと街灯とかねそういったものを使って玉ボケを散りばめて、撮りたいなっていう時には開放よりかは F2.8 ぐらいまで絞った方がいいケースもあるかもしれません。で軸上色収差に関してはピントの手前側が紫っぽくにじんで奥側は緑っぽくにじみます。こちらも開放ではね、はっきり見えるんですけれども F2.8 ぐらいまで絞ると、ほぼ消えます。でフォーカスブリージングに関してなんですけれども完全とは言わないんですが、このレンズかなり少ない方だと思うので動画撮影でも非常に使いやすく、インタビューとかの B カムといったね使い方もできると思います。さて次にねオートフォーカスについてなんですが、このレンズはリニアモーターが使われているので、実際に使ってみるとかなりね高速で静かに動作します。瞳 AF とかの食いつきはとても良好で、開放 F1.2 の極端に浅い被写界深度でもしっかりと目にピントを合わせてくれます。動画で使った場合でもフォーカスの移動は非常にスムーズで、急にねガクッと動くようなことも少なく、駆動音も非常に静かなので、オンカメラのマイクでこの音を拾っちゃうっていうようなね心配もほとんどないと思います。ゴーストやフレアは、多くの場合抑えられると思うんですけれども、ただねこれビルトロックスのレンズ全般そうなんですけれども、ちょっとね強めの光源から斜めにね光が入ってくるとソニーの純正レンズとかと比べてしまうと多少はやっぱりね目立ってくるので、めちゃくちゃ嫌な感じではないので、むしろこの演出として、活用しながらねこのレンズを楽しむっていうような、撮影方法になってくるかなと思います。ということでね、最後にこのレンズを使用してみた感想なんですけれども、ポートレートを撮るときに大きな背景ボケを楽しみたいとか、浅い被写界深度で雰囲気のある絵にしたいって思う人多いと思うんですけど、これ APS-C ユーザーにはねやっぱめちゃくちゃおすすめできる一本だなって思いました。実際にね撮ってみると、開放から中央部分はしっかりシャープで、背景からこの人物がスッとね浮かび上がる感じがすごく気持ちいいんですよ。 APS-C で F1.2 ってそもそも選択肢がほとんどなかったから、こういうね体験をしたことがないっていう人もね多いんじゃないかなと思います。周辺原稿はちょっと強めには出るんですけれども、ただ全然補正できる範囲だし、逆にね味として楽しめるくらいなので、そんなに気にしなくてもいいかなっていう感じはしました。で今各ねカメラメーカーの、純正レンズってフルサイズの高価格帯にどんどんシフトしてしまっているので、多分この10万円を切るような価格帯で APS-C の大口径 F1.2 のレンズっていうのはちょっと多分待っても出てこないと思うんですよね。なので、APS-C ユーザーの方で、本当ポートレートをよく撮るという方にはこのレンズ、強くおすすめできるんじゃないかなというふうにね思います。というわけで本日はねこのビルトロックス 56mm F1.2 Pro のレビューでございました。この動画が参考になったという方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。それでは、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。